どうも、そうた母です。はい。今日は息子の障害に、どれぐらいの時に気づいたかと、あと、息子の障害に対して私が思っていることをお話しさせていただきたいと思います。私が31歳の時に出産した子です。3ヶ月で首も座って、6ヶ月でお座りもできて、本当に育児本通りだなっていう子で、捕まり立ちもできてたんですけども、ただ歩くことに関して本当遅くて、1歳半でも歩けなくて、ちょうどその時1歳半検診があったんですけども、相談をしましたが、様子見となりました。で、次に2歳の時に歯科検診があったんですけども、その時は歩くことができるようになってたんですが、言葉が全く出ておらず。ケーキが先に食べたいの？お腹いっぱいになっちゃうよ。こちらも男の子だからっていうことで様子見になりました。3歳検診があって、その時にはもう結構視力検査とかいろんな検査があったんですけども、全くできなくて、でその時にやっぱ相談をしたところ、児童発達支援センター紹介してもらい、通所が始まりました。初めは言語聴覚士の先生に、月1で見てもらっていたんですけども、その先生の勧めでグループ療育へ週1回通うことになっていました。でさらに大学病院へ発達の相談をしに行きました。その自閉スペクトラム症ですねって言われるよりも、特別児童扶養手当の話になって、で児童相談所の方に行って、テストを受けに行って結果を持ってきてくださいみたいな、そういう話になって、中度知的障害とか自閉スペクトラム症というのが自分が理解するスピードをはるかに超えた情報がどんどんバシバシ来て、その漠然と言われたがままにいろんなところに行ったような気がします。無熱性痙攣、今まで熱を出した時に熱性痙攣っていうのはよく起こしていたんですけども、何の熱もない状態で痙攣を1日何回か行ってしまって、でさらに月に3回ほど痙攣が起きて、 MRI とか脳波の検査を取った結果、小点転換と部分転換とか小点転換というものに診断され、薬をずっと飲んでいたんですけども、数ヶ月後、突然立っている時に尻餅をついてしまったり、座っている時にいきなり前にカクッと前に突っ伏すおかしな行動が始まり、これもう一日何回も何回も起こしてしまったので、映像を撮って大学病院の方に相談をしたら、こちらの、尻餅つくとか前に突っ伏すっていうのも転換の症状の一つでした。ドゥース症候群という、転換の疾患らしいんですけども、ただ現在いろんな薬が出ていて、たまたまソータの症状を抑える薬があったので、それを飲むことによって発作が出なくなりました。ただ、一生服用しないといけません。あと成長に合わせて薬の量も調整しないといけないので、半年に必ず血液検査をしています。
なんか正直知的障害とか自閉スペクトラム症と診断された時よりもなんか転換のことを知った時の方がなんか不安になりました。なんか転換って自分でなんかこういろいろやることが制限されちゃうのかなっていうこともあり、なんか不安でした。で、あとその転換の発作がもう実際に見てみるともう本当に本人が苦しそうです。こう白目向いて全身の力がもう入ってしまって痙攣しているので、もう本当にこちら親は何もできないし、ただその見守るしかないので、気道を息がしやすいように体の向き変えてあげて、で、時間を計るしかないので、本当に転換の発作って本人もすごく疲れるみたいですね。なんでこんなに息子が苦しまないといけないのかなと思うんですけども、あんまり深く考えてしまうともう深い闇底に沈んでしまって、何も意味がないんだなっていうのはもう自分でも分かってて、できるだけ最善を尽くして前向きに考えようと思ってます。そんな息子なんですけども、もうめっちゃくちゃ陽気で、全く転換も自閉スペクトラム症も気にせず生きています。それを見ると、私も陽気に頑張ろうかなと思います。他の人は分かんないんですけども、私結構周りの人から息子はよく入院したりとか金づ出したりとか、あと病院連れて行ったりとかよくするので、大きくなれば落ち着くからとか、転換も薬さえ飲んでれば発作出ないらしいよとか言われます。周りの人たちって私のことが心配で励ましで言ってくれている言葉なんですけども、本当に現実と見つめ合っている私にとっては内心辛い言葉でもあります。で、その私のモチベーションによっては逆に何も知らないで何無責任なこと言ってんのこの人たちとか感じてしまう時があります。でも前向きに受け止めて、辛い時は失礼ですけど、聞き流してもう息抜きもして育児を楽しめれたらなと思ってます。